遠藤航、台所に立つキャプテン。後悔はないと言えた。父の強さ。ワールドカップ直前、日本代表に大きな知らせが届きました。キャプテン、遠藤航選手の離脱。そして、日本代表からの引退。けれど今回、この動画で私たちが見つめたいのは、ピッチ上の遠藤航だけではありません。世界のリバプールで戦う選手でありながら、家では朝の台所に立ち、子供の歯磨きや寝かしつけをこなし、家族の目玉焼きを作る、一人のお父さんとしての遠藤航です。最後に、後悔はないと言えた、父の強さと台所に立つキャプテンとしての優しさ。遠藤航選手の誰も知らない素顔とは、ファンを魅了してやまない、彼の人間性に迫る7つのエピソードを今すぐ振り返ってみましょう。エピソード1、朝の台所に立つリバプールのキャプテン。遠藤選手のほっこりする一面は朝の台所にあります。練習場では世界の強豪とぶつかり、代表ではキャプテンとして重圧を背負う人。でも、家に帰れば4児の父。最近の朝のルーティーンは家族のための目玉焼き作りだそうです。これだけで少し笑ってしまいます。世界最高峰の舞台で戦う選手が朝はフライパンの前で卵を見つめている。ピッチでは相手の動きを読み、家では黄身の固まり具合を読む。遠藤選手らしいのはそこにも最適解を探していそうなところです。サッカーでも子育てでも正解は一つではない。だから考える。だから動く。その積み重ねが遠藤航という人を作ってきたのだと思います。エピソード2、妻からの不満ゼロにスタジオ騒然。遠藤選手が育児番組に出演した時、奥様へのアンケートで、夫に起こったこと、言われてショックだったこと、直してほしいところが、いずれもありませんだったと紹介されました。これにはスタジオも驚きました。もちろん家庭の中には、外から見えない大変さもあるはずです。海外での子育て、学校の変更、言葉や生活環境の違い。家族にとっては、サッカー選手の移籍は華やかなニュースではなく、暮らしが丸ごと変わる出来事です。それでも遠藤選手は、送迎、歯磨き、お風呂、寝かしつけをこなしながら、家庭の中でも自分にできることを探してきました。家族の生活の中で、黙って手を動かすことも、立派なキャプテン C です。エピソード3、妻のイライラを受け止めるクッション役。遠藤選手の言葉で、とても印象的なものがあります。長男が生まれるとき、陣痛中の奥様の腰をさすりながら、痛みでイライラする姿を見て、イライラを全部自分が受け止めようと学んだそうです。それ以来、自分は妻のイライラのクッション役に徹している、と。これは、なかなか言えることではありません。家族を支えるとは、かっこいい言葉を並べることではなく、相手の大変さを受け止めること。サッカーで相手の攻撃を受け止めてきた遠藤選手は、家庭でも、家族のしんどさをそっと受け止める人でした。しかも本人は、それを特別な美談のようには語りません。淡々と、当たり前のように話す。その静かさが、遠藤選手らしい優しさです。エピソード4、寝かしつけにも、プロを感じる男。遠藤選手の育児エピソードで、特に温かいのが、寝かしつけです。子供を寝かせるというのは、簡単なようで、本当に難しい仕事です。せかせば寝ない。怒ればもっと寝ない。結局、親の根気と空気づくりが試されます。遠藤選手は、この寝かしつけでも、プロを感じると驚かれていました。ピッチで相手を止めるときも、家庭で子供を寝かせるときも、必要なのは力任せではなく、観察と我慢なのかもしれません。相手をよく見る。タイミングを待つ。焦らず、でも諦めない。遠藤選手の守備の強さは、家庭でも少し形を変えて、生きているように見えます。エピソード5、子供たちの反応が、普通で可愛い。リバプール行きを家族に伝えたとき、
サッカーをしている長男は大きく驚いた一方、下の子供たちは、また学校が変わるの？という反応だったそうです。ここが、なんとも人間らしくて良いのです。世間から見れば、リバプール移籍は大ニュースです。でも子供にとっては、友達、学校、毎日の暮らしが変わること。世界的な移籍より、明日の教室の方が大きい。遠藤選手は、その普通の感覚を家族から受け取ってきたのではないでしょうか。だから浮かれない。だから地に足がついている。キャプテン遠藤航の冷静さの根っこには、家族との日常があるのかもしれません。エピソード6、息子に口を出したい父と、待つ父。長男は、サッカーをしていて、プロを目指して頑張っているそうです。遠藤選手は、父親として、本当は言いたいことがたくさんあるはずです。自分ならわかる。こうした方がいい。もっとこう動ける。世界で戦ってきた選手だからこそ、見えてしまうことがある。でも遠藤選手は、口を出しすぎないようにしていると言います。以前はプレーについて言ってしまうこともあったそうですが、今はやりすぎないことを大切にしている。子供がやってと言っても、すぐに答えを出すのではなく、こうしてみたら？とヒントをあげる。ここに、父としての成長があります。さらに遠藤選手は、もし自分が38歳まで頑張れば、息子は18歳。もしかしたら一緒にプレーできるかもしれない、と目を輝かせて話していました。世界の舞台で戦ってきたキャプテンが、今度は父として、息子と同じピッチに立つ夢を見る。その姿は、とても温かく、少し泣けます。エピソード7、娘の話になると、急に普通のお父さん。遠藤選手には、思わず笑ってしまう、父親らしい一面もあります。娘さんの将来の相手について聞かれたとき、代表選手の中で誰ならいいか、という難問に対して、かなり慎重な反応を見せたことがありました。ピッチでは、冷静沈着。でも娘の話になると、急に一人の父親になる。そのギャップが、とても温かいです。世界で戦う選手も、家に帰れば、娘を心配する普通のお父さん。強さとは、こういう柔らかさを隠し持っていることなのかもしれません。遠藤航選手は、ワールドカップのピッチには立てなくなりました。でも、後悔はありませんと言えたのは、朝の目玉焼き、妻のクッション役、寝かしつけ、子供の送迎、息子への眼差し、家族との会話。そんな日常の積み重ねが、キャプテンの背中を支えていました。次回は、長友佑都選手です。39歳で5度目のワールドカップへ向かう、ブラボー男。でもその明るさの奥には、仲間を笑わせ、自分を笑い物にしてでも空気を変えてきた、涙の人間力がありました。ぜひ次回もご覧ください。この動画は、世界中の日本ファンへ、33言語の字幕付きでお届けしています。コメント欄でも、温かくつながれますように。いいねとチャンネル登録、そしてメンバーシップでもぜひ、このチャンネルを応援いただけると嬉しいです。この動画が皆さんの心を少しでも温める時間になりますように。サンサンタイムズでした。